今回はツーストエンジンの歴史について解説するよ。定義。ツーストロークエンジンは1往復、高低換算2回、で1周期を完結するエンジンでピストン1往復、クランクシャフト1回転、ごとに燃料が燃焼する。ツーストローク、ガソリンエンジンの工程。工程は以下の通りである上昇工程ピストンが上昇する間に排気と吸気の圧縮を行う。下降工程燃料の燃焼、爆発によりピストンが下降しその後半で排気を行う。ここまでの工程で動力伝達軸であるクランクシャフトは1回転する。走気は2ストローク機関特有の動作で圧力のかかった進気、混合機または空気をシリンダー内へ導入し、その勢いとピストンの圧縮力で同時に燃焼ガスを排出するものであり走気ポートがピストンの下降によって開かれ、上昇によって閉じられるまで続く走気に圧力を与えることを一時圧縮と呼びピストンの下降に伴うクランクケースの容積変化による方法と外部に装備した圧縮機または下吸機による方法とがある。このように4ストローク機関での4工程を2つずつ同時に行うことでピストン上支点で毎回燃焼、点火着火が起こることが特徴である。歴史ルノアール、エンジン。最初の実用的な内燃2ストローク、エンジンとなったのは1858年に開発されたガス燃料機関のルノアール。エンジンである考案者はベルギー出身でフランスで活動した技術者ジャンで、石炭ベースのガス灯用ガスを燃料とし電気点火装置による火花点火方式を用いたこの発明は、1860年にフランスで特許を取得している。小工場での低地動力などには蒸気機関より軽便。簡易で当時普及が進んでいた都市のガス供給網を利用できるメリットもあってある程度普及したが、高性の2ストローク、エンジンのような一時圧縮がなされないため熱効率は著しく低かった。ルノアールは、機関内の圧力が高い構造は危険ではないか、と危惧していたからである。クラーク式2ストロークエンジン。2ストロークのガソリンエンジンは、1878年にスコットランド出身のジュガルド、クラークが最初に製造し1881年に英国特許を取得したすでにこの時代には、圧縮工程を含む4ストロークのオットーサイクル、エンジンが実用化されており燃料ガスの圧縮によって熱効率が高まることが認識されていた。クラークのエンジンは、エンジン本体外部に独立したシリンダー式の圧縮装置、早期装置を装備して4ストローク、エンジンの圧縮工程に変えたものであり、4ストロークエンジンに被験する性能を出すことができたが4ストロークエンジン同様に専用のバルブを設ける必要があるなど、構造がやや複雑で早期機構のフリクションロスもあった。クラークによる、エンジン本体の外部に圧縮、早期装置を設ける手法は事実上世界初の下吸気付きエンジンとも言えるものであり後により構造簡略な回転式のスーパーチャージャーに置き換えられ、2ストローク、4ストロークの別なく利用されることになった特に2ストローク。ディーゼルエンジンのメカニズムは燃料供給とその点火手段を除けば原理的にはクラークの手法を踏襲していると言ってよい。ただし、クラーク本人はシリンダー式早期装置は加圧ポンプではなく単にシリンダー内の早期を補助してスムーズに排気管へ燃焼ガスを排出させるための装置に過ぎない、という趣旨を述べていたとされる。低式2ストロークエンジン。現在よく知られている形のシンプルな2ストローク、ガソリンエンジンは1889年にイギリスのジョゼフ・デイが発明した。意図としては先行して開発された各種のガソリンエンジンの特許回避を目的としていた。この単純なエンジンは省略できる部品は全て省略し、4ストロークエンジンでは分離して完全に行われていた各工程を効率を犠牲にして統合、簡略化したことで実現された気筒頭の点火プラグを除いては、ポペットバルブすらも多内簡潔な構造ゆえに絶対的な効率以上に軽量、簡易性が要求される、小型2ストロークエンジンの完成形となった。その作動メカニズムは以下に示すいくつかの得意な要素を組み合わせて成立しており極めてユニークな着想の集合体と言える。バルブレス、シリンダーポート方式。シリンダー側面に給排気それぞれの専用穴、ポート、を開けその閉塞。開放は上下に往復するピストンの側面を利用するこれによって、
燃焼室やクランクケースの外部に駆動装置を展開させる複雑なバルブ開閉機構が一切省略できたこのバルブ省略のアイデアは、デイの下で働いていたフレデリック・クックの考案ともされる。クランクケース圧縮及び燃料ガス装置。クランクシャフト周りのクランクケース部を密閉しピストンが上昇することでクランクケース内に生じる負圧を利用して燃料ガスを導き入れる。そしてこのガスをピストンの加工によって予備圧縮する。これでクラーク式2ストローク機関のような独立の圧縮装置や4ストロークエンジンにおける圧縮工程が不要になったがクランクケースの密閉性確保には限度があり吸入負圧は4ストロークエンジンほど高くない。のでピストンが茂られるとされた C ガスがポートでに締まれガスをポートからシスこれで4ストロークエンジンにおけるがになり、圧縮工程と合わせに工程分省略した2ストロークエンジンを成立させることができた。だがこの構造で圧縮効率の低下や、まだ燃焼していない新しいガスの一部が排気ガスとともに排出されてしまう吹き抜けの損失が生じた。さらに、シリンダーポート構造やクランクケース圧縮機構を成立させるための得意な技術的着想として混合燃料潤滑が取り入れられた。混合燃料潤滑。内燃機関は機構上、運転中にエンジン内部のピストンリングや腰下など可動部の適切な潤滑が常時行われないと焼き付きを発生し破損してしまうシリンダーポート構造やクランクケース圧縮機構を用いると、一般の4ストロークエンジンのようなクランクケース内へのオイル貯留も最低限の潤滑もできずそのままではシステムとして成立しない。そのためデイ式エンジンでは、燃料にあらかじめ潤滑油を混合し燃料を使用するだけでエンジン内部の可動、摩擦部分が潤滑されるようにした。これによって潤滑を左右するオイルポンプなどの複雑なメカニズムを一切省略できるというバルブ省略にも被験する大きなメリットが生じる。一方、泡した潤滑油は燃料と共に燃えて排出されてしまうしたがって潤滑油の消費が大きい不経済な性質があるまた潤滑油は燃焼性は必ずしも良いわけではないので不完全燃焼や熱効率の低下排気ポート周囲に付着するススのパツ。1950年代には2ストロークエンジン自動車の一部で燃料と潤滑油を別のタンクに貯留しケブレター直前で自動混合する取扱い省力化が試みられるようになるその後、混合された燃料の供給を絞った状態だと、エンジンの焼け付きが生じやすいことに着目し1960年代には混合燃料を使わず、専用のオイルポンプと配管を介して潤滑油を潤滑箇所に圧送する手法が現れたが、メカニズムが複雑化してしまった一方潤滑油を燃やしてしまう根本に変わりはない。定式の2ストローク、エンジンは小型の簡易なガソリンエンジンにおける決定的な方式となった第一次世界大戦以降に広く用いられるようになり特に DKW やザックスなどのドイツのメーカーにおいてその使用が顕著だった。型のものを中心としたオートバイはもとより1930年代以降は小型自動車にも盛んに使用されたが1960年代以降自動車用から廃れ始め1990年代になると二輪車でも排出ガス規制の面から4ストロークエン。現在、2ストロークのガソリンエンジンが多用されているのは極めて小型のエンジンでなければシステムの成立しにくい機器類が主であるそのほとんどで、ジョセフ、デイのコンセプトに図、バルブレス、シリンダーポート、クランクケース圧縮混合燃料潤滑方式が採用されている。チャンバー。バルブレス、シリンダーポートにストロークエンジンにおける圧縮効率の低下や吹き抜けに対する策としてガソリンエンジンの場合はチャンバーを利用する方法がある。チャンバーの形状は特定の回転域で充填効率が高まり高トルクが得られる回転域、パワーバンドが現れることが多い中には、YPVS のようにシリンダーの排気ポートを電動で可変させたり VTACS のようにサブチャンバーを開閉させることによりパワーバンドを広げる工夫もある。YEIS のように吸気側にチャンバーを設ける工夫もある。1970年代中頃の二輪ロードレース世界選手権 WGP では500クラスにおいて日本メーカー参戦とともに4気筒500エンジンが台頭していくがその当初からクランク回転180度ごとに2気筒ずつ点。180度等間隔導爆がヤマハとスズキによって採用ホンダは120度3気筒、90度4気筒、
ごとに1気筒ずつの等間隔爆発が採用されていた。その後1992年にデビューした92年型ホンダ、NSR500 ではクランク回転の292度と68度地点で点火される不等間隔導爆エンジンが採用された。これは最高出力を求めていった結果1万回転近くから1万2000回転前後で突然最大トルクが発生する。パワーバンドが狭い扱いがシビアであった。今までのレース用の大出力にストロークエンジンからピークパワーやレスポンスを犠牲にしても爆発を不等間隔にしてタイヤの空走区間を増やすことによって、特にホンダが悩まされていたトラクション性能を劇的に向上させた結果大幅なラップタイムの短縮に加え当時多発していた転倒も扱いやすい特性で減少し高い安定度も実現した。その圧倒的な差から、ライバルの各メーカーでも270度90度や300度60度などの不等間隔導爆エンジンが採用されるきっかけとなった経緯がある。以上で2ストロークエンジンの概要解説を終了するよ。PR レーシングのチャンネル登録や、他の動画閲覧いいねボタンをぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。